今のところルアーでの実績はあんまりないんやけども、目撃例がすごいあるんで、場合によったらイサキを釣ってて取りに来るようなヒラマサがかなりいてる、それもかなりでかいのがいっぱいいてるということで、なんとかそれをものにしたいと思ってます。よっ、あかん、熱い、上脱ごん、ああ、そうや、出とんな、出とんな、濃いな、おい、ハマチやな、やけど、あれは。で、ああいうふうにナブラになってしもたら、もう一ところに魚が集まってまうから、おるところともこの辺なんかがおらへんところになってしまうから、あのナブラなんかが崩れて、魚がバラバラにこういう磯やらいろんなところで回遊して、こうバラバラに餌を探してくれるようにならんと、下手したらあのナブラがこうへん限り釣れへんやんから。釣り始めます。お、来た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 。あー、食いに来たけどな、今。遠ざかったか。ナブラは多分小さな魚やと思うんで、下におる一発でかいのをずっと根気よくやってみます。休憩します。ラスト。帰ります。はい、今日はお疲れさんでした。乾杯。これが最高よ。まだ持って帰ってるんで。今日もなんだやっぱりな。明日何時に行きます？俺は別に行ってないけど、ここで合わせて。何時でしょ？何時でも。5時半に行きましょうか。5時半。5時半。5時半に行きましょう。ああ、うまい。幸せ、翔平幸せやわ。活性があるような潮が朝市にあることをちょっと、それをちょっと期待したい。で、朝市のほんまに夜が明けてちっとまというのは潮がなかっても高活性の時やから、腹が減っとる時やから、そのタイミングで、せやけど潮がなかったらそこを逃したら、あとはもうまた昼間でもないかも、で自分の力とその時の運と魚の具合とだけでそこで取れるか取れへんかが決まってくるから、その達成感と難易度は高いけど、その代わり達成感というか、そのラッキー感言うたらええんか表現しにくいけど、そういうものは
よりやっぱり自分の中で1匹取っても嬉しいな。昔の場合は俺らはその船でそんなジギング船もなかったし、ルアーで青物釣ろうことは手話しかなかったからやってたけど、今やったらジギング船やらキャスティング船までできて人やったらよりチャンスの多いとこで勉強してくる、そのルアーの動かし方とか銃の動かし方、それを磯でよりフィードバックしていったらもっともっと磯ショアも高活性になってもっと面白くなるし、いろんな人らがいろんな技術も生み出していくやろうから、そういう発展のしていき方をしてほしいなと思うと思う。ほい、サトペンを使います。まるでヒラスズキを出すかのような急ぎ輪からやってます。出たぞ今。出ました。潮がないね。よし、ちょっと早々に変わるかもしれへんからな。ここ潮がなかったら、潮だけのとこやから沖あんまり障害物ないから、昨日みたいな入り組んだとこの方がええかも。あかんね、反応がないね。欲しいね。出ないね。場所も一流、超一級磯高崎、それなりに道具も一流、ルアーも一流やけどなんかが足らんね。俺の腕やったりして、それと磯にこういう、化学ものというかナイロン袋とかそんなものはできるだけ、もし見つけたら自分のんじゃなくても回収してほしいし、自分のものは絶対残さないようにしてほしいと思います。このチョークバッグですけど、これは実は僕はゴミ箱です。自分で仕掛け作ったリーダーの切れ端、よくやっぱりみんなかなり気ぃつける人でもリーダーの端を切ったやつとかよく落ちてる、あれも100年残ってしまうし、あんなもんが海の中で固まったらすごい塊になってしまうよね。なんでできるだけ自分の身近なところにゴミを捨てられるこんなものを持って捨ててほしいと思います。この後日が上がってもチャンスがありやすいようなところへ行こうと思います。お疲れ様です。行ってないやろな。いや高崎はな、俺昔からもよう乗ったけど、ここはやっぱり塩が名物のとこでな、塩が来たら美味しいとこやし、あかんやろな、ないな、それはしゃあない。はい、ありがとう。みんなもキャスティングで疲れてきたら肩や、腕の疲れ、元は全部ね肩甲骨にあるそうです。だからね、胸を張って肩甲骨を思いっきり縮めて、この姿勢のまま20秒ぐらいで、20秒ぐらい終わったらすぐに脱力、その後肩甲骨を後ろから前へ回す、前から後ろへ回す。これを時々ね間に入れることでね、キャスティングがね持続力がねすごく上がります。
ああ、出た出た、出よう出よう。おお、音釣れるのこれで。分かった、釣り方が分かったぞ。ちょっと待ってね、釣り方が分かりました。水面スキップやね。鳥が動き出したぞ。出る出る出よう、今日朝ヒット。お、結構あるの、あるおお、結構ある。結構あるよ。はい、海歌よ。魚見える。あげるよ。入ったか。はい、ハマチでした。やけどソニオで遊んだんで、かなり楽しかったんと、今バコーンという感じで感じで出てくれました。これが多分いっぱい湧いてるんやな。今ちょっとヒラマサが薄くなってしまってるんかもしれへんね。だけどこれが結局ね、ソニオの強さ。今まで堤防とかそんなところで P3 号4号をつけたような青門タックルでやってて、なかなか魚がヒットせえへんかったりするのに、シーバスロッドの人が来てしたらすぐにヒットする。でせやけどシーバスロッドの人はそれを取り込むことができないみたいな、そんなとこの強さが今ソニオで現れたと思います。かかったらかかったで今ぐらいのかなり強いファイトを、この磯のちょっと危ないところ、根回り要素あります、そんなとこで、できるというのがこいつの強さやと思います。もう残り40分ぐらいしかできへんので、これででかいヒラマサをとにかく専門に狙うぐらいの感じでやってみたいと思います。これがラストの1本です。沖では今20キロを超えたようなマグロかヒラマサが跳ねてます。今のがラストの位置で、これが泣きの位置、これでヒラマサ釣りたい。はい、お疲れ様でした。
空ほんまに綺麗やな。だけどこの雲ひょっとしたらまた風が吹くかもしれへん前の雲やね。明日からひょっとしたらしけるかも。こんな感じでしけを繰り返してどんどん冬になっていくんよな。けどまだまだ、北の方に魚いてるから、この沖ノ島とか山陰まだまだ可能性あると思います。見せて見せて。ああいいねいいね。このロックショアの魅力として海外で、しか無理なような30キロとか40キロのヒラマサとかそんなんを僕も今日かけてしもたかもしれへんし、そういうことの可能性があるところに折れるということ、それとこんな自然の綺麗な中で気持ちいい非日常の中で折れるというのがもう何ともロックショアのやっぱり魅力ですね。でそれと忘れてもらったらあかんのが、食事、それと仲間との語らい、全て最高に幸せなもんやし、それが全て僕には釣りです。魚が釣れないからバッドな兆候になるんじゃなしに、釣れなくてもそれなりにやっぱり楽しい、兆候ということで、全てを僕はその楽しみ方を釣りとして貪欲に楽しんでいきたいと思ってます。ごっついな、イサキもイサキのが入っとわ。ああそうや、イサキもうだイサキもうだイサキもうだ。Take that chance and don't